2024年4月、普通の36歳会社員がたった24時間で人生を失ったぜ。何があったの？普通の会社員が。居酒屋での一言、それを動画に撮った見知らぬ誰かのせいで、翌朝には全てが終わっていた。たった一言で信じられないわ。これは特別な話じゃない。今日の日本では誰にでも起きる話だぜ。晒し文化って昔からあったわよね。そうだ。でも今とは全く違う話になっている。まず歴史から見てみよう。どう変わってきたの？昭和の晒しは路地裏で終わっていた。せいぜい町内の噂話止まりだ。平成になると2チャンネルが登場した。学校や職場の実名晒しが全国に広まるようになった。それでもネットを見る人だけだったわよね。そうだ。でも2010年代にツイッターが普及すると拡散速度が100倍になった。そして令和の晒しは人工知能が加わった。TikTok の顔認証 AI で一瞬で本名が特定されるんだ。顔から名前がわかるの？それは怖すぎるわ。さらに OSINT という手法で投稿の背景の看板、影の角度、空の雲から住所まで特定される。雲の角度から住所までどうやって防げばいいの？まずあの36歳の話に戻ろう。彼はどんな投稿をしたと思う？すごいことをしたの？居酒屋でうちの上司がバカでさと言っただけだ。酔った勢いで。本当にそれだけだ。それだけなの？誰でも言うようなことじゃない。隣のテーブルの人物がそれを動画に撮り、ツイッターに投稿した。こんな人が職場にいるというキャプションで。そんな理由で晒すの？理由にもならないわ。6時間後、再生数は100万を超えた。コメント欄には勤務先特定したという書き込みが並んだ。100万？6時間で？ OSINT 班が動いた。14時間後には会社名と実名が特定されていた。14時間で実名まで。信じられない速さね。翌朝、会社に電話が殺到した。取引先にも DM が送られ始めた。本人は何も知らないうちに？目が覚めたら全てが終わっていた。上司から呼び出されて即日解雇だ。解雇？でもその人は愚痴を言っただけよ。これで終わりじゃない。退職後も炎上した人として Google に名前が残る。次の就職も絶望的だ。就職活動で名前を検索されると炎上が出てくるのね。これが令和の晒し文化の末路だぜ。不可逆なんだ。消えないのね。デジタルタトゥーって言うわよね。同じ時期に似たケースが続いた。コンビニでレジ打ち中の動作が取られた店員が失業した。レジを打つだけでその動作の何が問題だったの？なんか感じ悪いというだけの理由だ。1万リツイートで店舗に圧力がかかり解雇された。感じ悪いだけで人生が変わるの？感じ悪いの定義は見た人それぞれだ。つまり全員がターゲットになり得る。私もあなたも誰でも対象になる可能性があるのね。晒す側も無関係じゃないぜ。晒しリツイートをした人が逆に特定されたケースもある。晒す側が晒される。連鎖するのね。2023年の調査では日本の SNS ユーザーの 47% が自分が晒されることを恐れていると回答した。半分近くの人が恐れてる。それが今の日本の SNS なのね。なぜここまで広がったか。スマホ普及率が9割を超えて誰もがカメラを持つ社会になったからだ。カメラを持つだけで潜在的な加害者にも被害者にもなれる。そうだ。昭和は路地裏で済んだ。令和は全世界に届く。晒し文化が加速した理由は他にもあるの？承認欲求と正義感の組み合わせだ。悪い奴を晒したという達成感が脳に快楽を与えるんだ。正義のつもりで晒してるのね。心理学的にはモラル、ライセンシングと呼ばれる現象だ。正義感が暴走すると相手への共感がゼロになる。晒してる人は相手が傷ついても気にしないのね。むしろ傷つけることが目的化する。これがネットリンチの恐ろしさだ。昭和の路地裏と令和の SNS で本質は変わってないのね。そうだぜ。人間の群れで弱者を追い詰める本能は媒体が変わっても変わらない。ただ令和の方が被害は圧倒的に大きいわよね。昭和は100人が知る話。令和は1億人が知る。スケールが全く違う。それが不可逆な転落につながるのね。しかし法律的に見ると事実であっても名誉毀損罪が成立する可能性がある。本当のことを書いても罪になるの？日本の名誉毀損罪は真実でも成立するんだ。
侮辱罪も2022年に厳罰化された。晒した側が逮捕されることもあるのね。実際に2023年以降、SNS での誹謗中傷による逮捕者が急増しているぜ。晒す側も晒される時代なのね。じゃあどうすれば身を守れるか。3つのルールだ。聞かせて。1つ目、公共の場では愚痴を言わない。特に居酒屋は最も危険な場所の一つだ。居酒屋でも見知らぬ人に囲まれた密室で、全員がスマホを持っている。完璧な撮影環境だぜ。2つ目は SNS に位置情報を入れない。今ここにいる情報が身元特定の入り口になる。3つ目は自分だけは大丈夫を疑うことだ。すべての炎上被害者がそう思っていた。晒し文化は止まらないのかしら。技術が進む限り晒しの精度は上がる。変わるとしたら人の意識だけだ。見る側も拡散する側も一緒に考えないとね。感じ悪いの1クリックが誰かの人生を終わらせるかもしれない。令和の日本で生きるということは常に見られている可能性があるということね。そしてそれは同時に誰かを傷つける力を全員が持っているということでもある。自分がスマホを向けるとき少し立ち止まって考えなければね。あの36歳は今も再起を目指している。でも彼の名前が Google から消えることはない。消えない記録が人生を縛り続ける。それがデジタルタトゥーの残酷さね。彼が悪いことをしたかといえば誰もが言う上司への愚痴だけだ。それが全てだ。普通に生きていただけで転落した。普通に生きていれば大丈夫はもう通用しない時代になった。では晒された後はどうすればいいの？弁護士に相談することだ。発信者情報開示請求で晒した側の特定ができる場合がある。戦えるのね。時間とお金はかかるが逆に晒した側を訴えて勝訴したケースも増えている。晒す側も無傷でいられない時代になってきたのね。それでも予防が最善だ。炎上してから戦うより炎上させない日常の方がずっと楽だぜ。3つのルールを実践するだけでリスクをかなり減らせるのね。そうだ。全てのスマホは両刃の剣だ。使う側の意識が全てを決める。令和のリテラシーは SNS との付き合い方を知ることなのね。ところで晒し文化は SNS だけの話ではないぜ。他にもあるの？監視カメラ映像の転用だ。街の防犯カメラの映像が無断で SNS に上がるケースが増えた。公共の場の映像が晒されるのね。交通違反者の映像、ゴミのポイ捨て、路上喫煙、全部晒しの素材になっている。確かにマナー違反だけど個人を特定して晒していいかは別問題ね。悪いことをしたから晒されて当然という論理が最も危険なんだ。どうして危険なの？悪いの定義が人それぞれだからだ。今日のあなたの行動が誰かの悪いに当てはまるかもしれない。自分が晒す側になる可能性もゼロではないのね。晒すことで社会が良くなるという幻想は捨てた方がいい。令和の日本で必要なのは対話だ。スマホを向ける前に声をかけることができたかもしれない。あの居酒屋の隣の席の人が嫌ですよと直接言えていたら全てが変わっていたかもしれない。デジタルよりアナログの解決が先なのね。晒すより話す、追い詰めるより向き合う。それが SNS 時代に最も必要な知恵だぜ。普通の人が普通に生きられる社会のために私たちが変わらなければいけないのね。令和の日本に問われているのは技術ではなく人としての選択だ。 SNS リテラシーは生き抜くための現代的な必須スキルだぜ。今日の動画はここまで。チャンネル登録をお願いするぜ。次の動画でも待ってるわよ。